陸してくれました。プリミティアプレイヤーエールです。今回はジェット機を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新素材のロケットエンジンを使ってジェット機らしく高速で飛んでみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはロケットエンジンの研究からですね。この小さい太陽電池のかけらの超小さい電力でも動くのか確認してみましょう。すると、ごくわずかな電力でもちゃんと始動するんですね。モーターを回すときのように電力を調整する必要はなさそうです。次は噴射口に板をつけても動くのか確認してみましょう。早速噴射すると、なるほど、板をつけると炎の影響は見えても力は発生しなくなるんですね。今度は少し隙間を空けた状態で試してみると、するとなんと隙間があってもエレクトだけでした。ほとんど開放状態にしてもやはり力は発生せずエレクトだけです。次は端に1センチの棒をつけてみると、今度は力が発生しました。ここで試しに端から3センチのところに棒を縦につけてみると、なんとこれだけで力が発生しなくなりました。どうやら噴射口の端から2センチまでなら影響ありませんが、3センチより内側に何か物があると噴射の力がゼロになるみたいです。ここは現実と違いますね。さらに板と噴射口の距離を離してみるとどうでしょうか。すると、なんとこの状態でも噴射口の外側から3センチのところに噴射口に被っている部分があると力がゼロになってしまうみたいです。でもその間には噴射の力も熱も伝わるので開放先としては使えそうですね。では次はロケットエンジンの初速を稼ぐために最初に爆発の推進力で加速できるようにしてみましょう。シンプルにニトロセルロースのかけらを噴射口の前につけると、燃料本体に引火して爆発してしまいました。かけらが大きすぎですね。もっと小さくしてもう一度試してみると、今度は爆発する前に燃料として消費されてしまったみたいです。これでは爆発しないので燃料として消費されない火薬のかけらをつけてみましょう。これならどうでしょうか。よし、火薬の爆発で初速を稼いで上昇してくれました。ではどれだけ効果があるかわかりにくいので、私が乗った状態で火薬のあるなしを比べてみると、2つともちゃんと上昇していますが、どれだけ差があるかわかりませんね。数字でわかるように私の視点にして速度を測りながら比べてみましょう。そうすると、上昇中の最高速度が火薬ありの方が秒速1メートルくらい速いです。わずかな差なので、もっと火薬を大きくして効果を上げてみましょう。しかし、燃料に引火しました。ギリギリ引火しない大きさに火薬を調整したら、もう一度試してみましょう。火薬が大きいおかげで最初に加速しているのがわかりやすくなっています。速度を測ってみると、最高速度秒速 17.6 メートルと火薬なしの時より秒速2メートルほど速くなったので、よしとしましょう。では次は噴射時間を長くする工夫です。電気のオンオフを繰り返して
噴射時間を延長しようとしましたが、点滅が遅すぎますね。それからも、いろんな方法を試しましたが、高速で点滅させることは難しそうだったので、長時間噴射させるには、燃料を多くするしかなさそうです。そこで、ありったけの燃料をかき集めました。129キロありますが、どれくらい燃えてくれるんでしょうか。時間を計ってみましょう。バッテリーをつけて、カウントスタートです。早くもしっかり爆発してますね。なかなか噴射時間が長いので、早送りにしています。さすが129キロ。なかなか燃え尽きませんね。そして、ここで燃え尽きました。64秒くらいだったので、だいたいニトロセルロース1キロで 0.5 秒くらいなんですね。早速こちらを燃料にして、ジェット機作りを始めましょう。燃料自体も空気抵抗を抑えて、揚力を発生させるために、細く伸ばして薄切りにしましょう。こちらを重ね合わせたものをロケットエンジンにつけることで、燃料も翼の一部となってくれるはずです。試しにこのまま飛ばしてみると、なるほど。最初の爆発で少し動きますが、とても重いせいで、その後の噴射ではびくともしませんね。ではここから、空を飛ぶための翼を追加していきましょう。ロケットエンジンから伸ばした古代の合金の棒に房を重ね合わせた翼を取り付けます。さらに地面を走るためのタイヤを3つ追加したらそのまま飛ばしてみると少し滑走した後、上を向いて飛んでいきます。でも尾翼がないせいか動きは不安定ですね。空中で縦回転しながら飛び続けてくれています。これをしっかりコントロールできればいいジェット機になりそうですね。さらに安定するように水平尾翼と垂直尾翼を追加しましょう。これならもっとまっすぐ飛んでくれるんじゃないでしょうか。試してみると地面を滑走した後、いい離陸です。尾翼がうまく作用して、まっすぐ飛んでますね。でも、風の影響を受けたのか、少し飛んだ後、下に落ちてしまいました。操縦できればいいので、よしとしましょう。私が操縦するための操縦席と操縦桿、ロケットエンジンを始動するためのスイッチを取り付けました。右にひねるとオンになるタイプですね。最後にバッテリーをつけたら、早速乗ってみましょう。すると、前に傾いて落ちてしまいました。どうやら私が乗ったせいで、重心が変わったみたいです。上昇しやすいように、水平尾翼の角度を変えたら、もう一度乗ってみましょう。スイッチをオンにした後、しばらく地面を滑走して、離陸してくれました。ちゃんと飛べてますね。燃料の重量で、機体が重い分、動きも重いですが、プロペラ機よりも、かなり加速しやすいです。そのまま1分ほど飛び続けて、ここで燃料切れです。機体の速度のおかげで、かなり遠くまで来れました。そしてそのまま滑空していって、おっと、木にぶつかってしまいました。今度はカメラを固定して、旋回性能を見てみましょう。速度が速い分、大回りになっていますが、ちゃんと私の操縦通り、旋回してくれています。速度が乗ってからだと、なかなか難しいですが、速度が十分に乗る前なら、空中でエンジンを切って、地面に着陸することができます。そして再びエンジンを点火して、いい感じに離陸してくれました。次は私の視点にして、最高速を測ってみましょう。
離陸した直後は、秒速9メートルくらいですが、ロケットエンジンのすごいパワーで、どんどん速度が上がっていきます。しばらく飛び続けて、そろそろ秒速100メートルが近づいてきました。そして、100メートルになると、なんと、ここで速度がストップしました。ロケットエンジンで出せる、限界速度みたいです。ちなみに、運が悪いと、発進時に燃料が爆発して、吹っ飛ばされます。火薬の引火範囲が広がることがあるみたいですね。それから、宇宙を目指して上に飛んでみましたが、この機体の重さだと、大気圏突破は無理みたいです。かといって、燃料を少なくしてしまうと、十分に速度が乗る前に止まるので、難しいですね。そこで、ロケットエンジンを3つに増やしてみましょう。この状態で、宇宙を目指して飛んでみると、最初の加速は速いですが、最高速度は秒速100メートルと決まっているので、思ったより距離が伸びず、大気圏突破はできませんでした。長く推進するように、ロケットエンジンを2つにしても、欲しいところまでは行けてそうですが、ロケットエンジンだけで斜め上に向かう方法だと、宇宙到達は難しそうです。途中までプロペラ推進で進んで、ロケットエンジンに切り替えれば、いけるかもしれませんね。エンジン2つ以上だと、加速が速すぎて、すぐにスピードが出てしまって、普段の操縦も難しくなるので、エンジンは一つに戻しておきました。ここからは、攻撃性能を見てみましょう。先端にタングステンの刃をつけて、木を狙って飛んでみます。結構威力が出そうですね。加速しながら飛んで、木にぶつかると、なんと草の足が当たって破壊できました。もう一度飛んでみましたが、草の葉の角度のせいか、タングステンより足が当たってしまうので、標的を変えましょう。次は細長い風力発電機です。距離も離れているので、十分加速して、おっと、プロペラ部分に当たってしまいました。レーザーが引火したのか、爆発も起こっています。今度こそ、柱に命中させましょう。しっかり加速した後、よく狙って、いっけー。25万2147ダメージ。重い機体が高速でぶつかることで、すごいダメージが出てくれました。では次は、こちらのサゴキャラの大群を狙って、突進してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。上から狙いを定めて突進すると、押しかかって潰すことはできましたが、爆発は起きませんね。衝突の反応で、ロケットエンジンが止まるので、燃料に引火してくれないみたいです。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。スイッチを右に回して始動したら、操縦桿を持って操縦しましょう。そこだー。思ったより倒せませんね。でもちょうど始動していたエンジンに、翼の破片を近づけると、よし、燃料に引火して、ザコキャラたちを吹き飛ばしてくれました。ザコキャラの破壊は、十分楽しめたので、イエロースライムに効くように、タングステンをガラスに付け替えたら、こちらの巨大スライムを狙って、ジェット機で突撃しましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。離陸地点からかなり距離が離れているので、いい感じに加速しながら近づいていけてます。そして、おりゃー、やったー。47,684ダメージ。巨大スライムを倒しました。先端のガラスがし
しっかり衝突して、一撃で葬り去るダメージを与えてくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムを食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、ジェット機さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしてい